2022年度に撮影させていただきました4人の平和教育者の方々の動画について解説をさせていただきたいと思います。4人の方、順番にお話をしていきたいと思います。まず最初の江草先生、1927年生まれです。中学校教員で音楽を専門とされていました。江草先生が語られた内容なんですが、1970年代から80年代を中心に平和教育のカリキュラム開発に携われたお話をされてました。特にカリキュラムの中で芸術領域、音楽を担当しておりました。で、具体的には原爆平和関係の歌本を編纂し、伴奏譜を作成し、でそれを生徒と一緒に歌い上げていく、そういう歌い上げていく中での喜び、それを平和というものにつなげていくというふうな活動をされていて、平和が存在しない限り芸術はありえないと、または芸術を通しての平和を作っていくということが実践の根幹にあったかと思われます。で江草先生は被爆者なんですが、原爆教育だけが平和教育ではないというふうにはっきりと語られています。で格差、差別、貧困をなくすこと、それが平和教育の基本であるというふうにお考えになられています。一方で、語りの中に伺いますのは、強い原爆への憤り、原爆は人類を滅亡させる、また誰もが被爆者であるという江草先生の語りにおける原爆への怒り、またはそうした思いが受け止められていないという諦めというのが強く語りの中に伺えたかと思います。で江草先生は音楽のいわゆる先生なんですが、学校教育の中でいわゆる主要5教科、国語、数学、社会、理科、英語といった教科、主要5教科という言われ方があるんですが、それ以外の音楽、美術、体育といった教員は主要から外されているということになるんですが、学校の中では音楽や体育、美術といった先生方の占める役割というのが教科の指導を超えて重要な意味を持つことがあります。例えば江草先生の語りの中では、合唱祭、卒業式などで歌を歌うことというものが平和教育と結びついていました。なのでこういう主要5教科以外の先生の学校での位置づけ、重要性というものが平和教育のこの語りを通しても伺える動画になっていたかと思います。で最後にですが、1990年代教職員組合主導の平和教育へ教育行政が介入する、いわゆる是正指導というのが行われるんですが、それについての経験も先生の立場から詳しく語られていたかと思います。次にですが、押岡先生、1948年生まれです。で小学校の先生をされていて、特に歴史教育に熱心であられたということが分かります。で現在は退職されて修学旅行のガイドなどで伝承活動をされています。で押岡先生の語りの中には、自分のお母さん、母親の意思を受け継いで教員になったということが強調されておりました。で後でも述べますが、お母さんの歩みとは近代日本の女性の歩みであり、押岡先生の語りというのは戦後日本の女性教員の歩みとしても理解できるかなというふうにも思いました。で押岡先生は
学生運動に関わる中で主体性を養っていったということを強調され、その後教員となって組合活動で教師としてのスキルアップを得たというふうにお話をされていました。で、70年代以降のいわゆる平和教育の発展展開と、ご自身の教師としての実践の軌跡というのが重なった語りというふうにも考えられます。で、押岡先生はいわゆる日本国憲法の理念を前提に平和教育あるいは人権教育としての歴史教育という考え方をお持ちであります。で、地域に関わる平和教育、自主教材の開発、具体的には学習者自身が地域と戦争とのつながりを調べていく、そういう実践がなされていたというふうに理解します。で、そこにはやはり朝鮮半島から引き上げてきた父親あるいは母親、その子供であるという自覚、そこからまた、単に被害を教えるだけではなくていわゆる加害者としてのいわゆる歴史というものを自分自身の問題として引き受けていく姿勢が見受けられたかと思います。で、押岡先生の話の中で後半特に話題になっていたのがエスペラントとの出会いでした。で、動画の中にも出てきますが、この写真集なんですが、これは1978年に刊行された、今でいうクラウドファンディングのような形で出た写真集です。で、このエスペラント語版っていうのが1979年に出ています。で、こういう写真集を世界各地の人々に送って、広島あるいは長崎を知ってもらうと。で、お互いにそれで理解を深めていくという活動がなされています。で、その延長にまたエスペラントで子どもたちに手紙を書き、子どもたちの手紙を通しての交流ということが後に実践になるんですが、そこには次の世代でいういわゆる国際理解教育との接点というものが見受けられるのではないかなというふうにも考えています。はい、次に、牧岡先生です。1943年生まれです。で、高校の先生で数学を教えておられました。で、70年代の公害や沖縄などの話題と平和教育というのがよく語られていくんですが、そこには特に自分が住んでおられた呉の問題というのが色濃く背景にあります。戦前は軍事港湾都市で、戦後は産業都市としての呉と。で、そういう呉の中で、広島とはつながりつつも一線を画す平和教育の組織化または実践というのが強調されていたかなというふうに思います。で、特に面白かったのが、牧岡先生が先輩の教員から誘われて平和教育の活動に参加していく。で、その参加していく中でのプロセスでした。どういうことかと言いますと、簡単に言えば平和教育に誘われてで実践をする。で、その中でまた研究集会などで発表をする。で、そうしてまた自分で実践をし、また新たに参加者自分の後輩を引き込んで、でまた発表をすると。で、最終的にはその途中で出版をすると。そういうプロセスが具体的に見えてきたかなと思います。で、実はこういう過程を通して平和教育実践というのが普及一般化していったのかもしれないということです。
ただこういう一般教師がいわゆる自分の実践のを公表する場または出版する媒体というのを持っている、国というのは世界的に見てもそんなに多くはないと思います。でこれは平和教育に限らない話なんですが、日本の教師がある種の専門性というものを高めていく背景でもあり、運動の基盤と言ってもいいのかもしれません。実践、組織化、研究集会などの発表、それの繰り返しで出版で実践の普及というプロセスです。これが牧岡先生の語りの中によく伺えたかなと思います。で具体的な内容としては、ホームルームや生徒会を中心とした生徒主導の平和教育、高校生平和の集いなどの、例を挙げられていましたが、いわゆる集団づくり、仲間づくりというのを、教師が何て言うかな、命令とか上から指示をするのではなくて、いわゆる支援していく、そして学ぶ機会を作るというのが先生の実践の大きな特徴だろうというふうに思います。ただし、動画の最後に語られていたんですが、ある種教師気質の変化、または組合運動の衰退などを前提として、後継者がいないという思いを語られていたことが大変印象的であり、それを今の時点からどう受け止めていいのかというのがいろいろ考えるところでもあります。で最後に有森先生です。1970年生まれです。小学校の先生をされて、特に社会科に熱心に携われている。で有森先生は、1970年生まれということで、今回お話ししている3人の前の3人の先生と、大きく年代が異なっていきます。で前の3人の先生方というのはいわゆる組合主導の平和教育の時代に熱心に取り組まれた先生方なんですが、有森先生はそれと一線を画す現代の平和教育の実践者であり、その実態あるいは課題というものがお話から強く伺えたかと思います。で江草先生、押岡先生、牧岡先生の世代というのは広島の平和教育または原爆を教える教育、そこから入って日本の戦争責任、植民地支配、あるいはまたブラック差別の問題、沖縄やベトナムの戦争の問題、または公害の問題などといったさまざまな社会的地域的な課題へとつなげていったのですが、有森先生はまず最初に1990年代の国際化という動きを背景にしているんだと思うんですが、いわゆる国際理解教育というところから出発し、それを平和教育へとつなげていく、そういう実践だったかと思います。でそれが特に伺えたのが、青年海外協力隊でパラグアイに滞在した際に初めて平和教育、つまりベルギーのナチの問題を教えるもう一人の先生と自分が広島を教えるという実践、そこから平和教育に入っていたという話がまさに有森先生の国際理解から平和教育という道筋を典型的に表していたエピソードだったんではないかというふうに思います。で有森先生はやっぱり広島の実相にとどまらない子どもたちの考える平和というものを大事にする実践を行っていたと。でそれが絵を使った国際理解教育であるアートリンクプログラムや、被爆青桐の事業、またその発展として被爆樹木の苗木をカンボジアに送る
というプロジェクトをされています。そこには、そういう取り組みを通して子どもたちが自分自身を知るというと同時に、例えば青霧を送る、カンボジアの人たちの、生活や歴史を知っていく、自分たちを知ると同時に、他者を知る、相手を知るという取り組みがあったかと思われます。で、被爆の実相を伝えることだけではなくというふうにあったんですが、一方で有森先生の語りの中には迷いというか現代の悩みというものも伺いました。それはやっぱり被爆の実相、また簡単に言えば、被爆経験を継承すること、自分たちの歴史を語り継ぐことと、今の平和をまた将来の平和を作ることというものとの兼ね合い、関係というものをどう今考えたらいいのか、どう結びつけたらいいのかという、先生の今の迷いというのが語りに伺えていたかなと思います。で、この問題というのは大変ちょっと大きな問題としてありまして、今後の平和教育実践の課題でもあるのかなと思います。平和を継承すること、歴史を継承することで、まず継承の中にはある種経験の語り直しというものもあるんですが、そういう行為と平和を構築していくこと、平和を作っていくことというのがどちらか一方だけではなくて、両方がセットである種の平和教育というのが今後あり得るのかもしれないと私などは思うんですが、そういうことをこれから私たちはどういうふうに考えていったらいいのかということも有森先生の動画からは考えさせられるものがありました。私の解説は以上です。